はいどうも、キスケです。今回はバージョン1.3メインアタッカーでわかるおすすめパーティー解説やっていこうと思います。皆さん、ついに機器契約がやってきますよ。選択する指標に応じて使うパーティーを切り替える必要があるでしょうし、強いパーティーが何か知っているに越したことはありませんから、今回の動画を役立ててください。現状、エンドフィールドのメインアタッカーは管理人、ダパン、アイビーエナ、ラストライト、イボンヌ、レーバテイン、ロッシ、ゾアン、ミフの9人。それぞれ3パーティーほど紹介しますし、必ず無課金でも組めるような編成を一つは採用するんでね。気になるメインアタッカーだけでも見てってください。で、次に実装するカミーユも予想という形にはなるんですが採用してます。カミーユを引く予定の管理人は最後まで見てってください。それでは行きましょう。まずは管理人をメインに置いた物理パーティーを見ていきます。管理人は敵に付与したクラッシュを戦技の猛撃で消費しダメージを出します。なのでクラッシュを重ねがけできる浮遊か転倒持ちのオペレーターは必須です。最適編成は管理人、チェン、ポグラニジニク、リーフォンです。チェンとリーフォンでクラッシュを貯めて管理人とポグラニチニクで消費しながら戦っていきます。リーフォンは物理脆弱やリンク状態でパーティー全体の火力を底上げしてくれますし、チェンは戦技と連携技で一気にクラッシュを稼ぐことができます。使用した SP をポグラニチニクで回収することもできますし、短期戦も長期戦もやれるバランスのいいパーティーです。入れ替え候補としてはエンバー、アケクリ、アルデリアあたりから選択していきましょう。最適パーティーは攻撃面で言うと最強なんですけど、その分耐久枠が採用されていません。機器契約のような高難易度コンテンツに挑む場合は、リーフォンの枠をエンバーやアルデリアに変更することで耐久できるようになります。ポグラニチニクを持っていない方はアケクリでも大丈夫です。所持オペレーターに応じて変更していきましょう。3つ目は粉砕パーティー、管理人、チェン、エステーラ・アレッシュです。エステーラとアレッシュの戦技を合わせて凍結状態にし、エステーラとアレッシュの連携技をぐるぐる回していきます。そうすればチェンの連携技も起動できてクラッシュを重ねることができますし、管理人の猛撃でダメージを出すこともできます。アレッシュの連携技は管理人の連携技で付与できるオリジニウム結晶でも起動できるんで、何気に相性がいいですよね。無課金でも凸を進めやすいオペレーターが揃ってますからおすすめです。続いてダパンをメインに置いたおすすめパーティー。ダパンは管理人と違い連携技で猛撃を発動することができるんで、 SP を他のオペレーターに回すことができます。その分ダパンの連携技はクラッシュが4段階にならないと発動できないので、ポンポン猛撃を発動できる管理人に比べると小回りが効きづらいという特徴があります。最適編成はダパン、チェン、ポグラニチニク、リーフォンです。管理人と同じですね。使い方もほぼ変わりません。戦技で猛撃か連携技で猛撃かの違いしかありません。入れ替え候補もほとんど同じ。エンバー、アケクリ、アルデリアです。無課金で組みたいならダパン、チェン、アケクリ、アルデリアみたいな編成がおすすめ。3つ目の編成はダパンとロッシでダメージを出すダブルアタッカー編成です。ダパン、ロッシ、ペリカ、ギルベルタ。ダパンは連携技で猛撃を発動するんで、ロッシやギルベルタに SP を回すことができます。ギルベルタの戦技で自然付着、ペリカの連携技で感電、ギルベルタの連携技でクラッシュを付与して、ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、あとはロッシュの戦技でクラッシュ4プラス染まる爪痕を付与して、ダパンの連携技で猛撃を発動します。ギルベルタの戦技さえ打ってしまえば、あとは連携技をつなげるだけでクラッシュ3まで持っていきますし、簡単にダメージを出していけるんでおすすめです。続いて IB エナをメインに置いたおすすめパーティー。IB エナは連携技や必殺技で雷装を設置。
戦技でまとめて回収しダメージを出します。連携技の条件が電磁付着または感電状態の時に重攻撃を当てると発動可能なので、電磁付着と感電状態にできるペリカは必須です。最適編成はアイビーエナ、ペリカ、アケクリ、ギルベルタです。ペリカの戦技や連携技でアイビーエナの連携技条件を満たして、アケクリやギルベルタでアイビーエナの火力をがっつりと盛ることができます。アイビーエナが火力を出すタイミングは戦技で槍を回収する時なんで、ギルベルタの短いけど強力なアーツ脆弱は最適だと思います。入れ替え候補としてはアークライト、アンタル、アルデリアあたりです。ギルベルタを持っていない人はアンタルやアルデリアで代用しましょう。3つ目の編成はアイビーエナとゾアンでダメージを出すダブルアタッカー編成です。アイビーエナ、ペリカ、ゾアン、アークライト。重攻撃でペリカの感電、もう一度重攻撃を当ててアイビーエナの連携技、ゾアンの戦技で総雷剣生成と、アイビーエナの雷装設置とゾアンの総雷剣設置が干渉しないので効率よく準備することができます。このパーティーは地面に剣とか槍が刺さりまくってかっこいいっていうのも特徴ですかね。続いてラストライトをメインに置いたおすすめパーティー。ラストライトは寒冷付着が3段以上になった時に発動できる連携技や無敵効果がついた必殺技でダメージを出していきます。最適編成はラストライト、タンタン、ザイヒ、ギルベルタです。前の3体で寒冷付着を爆速で貯めてラストライトの連携技につなげ、ギルベルタの必殺技でラストライトやタンタンの必殺火力を底上げできます。特にタンタンとラストライトの相性が抜群で、タンタンはラストライトに必要な寒冷付着を付与しながらアーツ脆弱も付与できるというほぼ必須級のオペレーターになってます。そしてギルベルタとタンタンが揃っていれば、終敵からタンタンの戦技で雑魚敵を一掃みたいな使い方ができるんで、普段使いでも使えますね。入れ替え候補としてはフローライト、スノーシャイン、ペリカあたりから選択しましょう。タンタンを持っていない場合はフローライトを採用してあげて寒冷付着の補助、ギルベルタを持っていない場合はペリカの感電で火力の底上げを狙っていきます。耐久が不安な場合はスノーシャインを採用してあげましょう。無課金でラストライトを使うならラストライト、ザイヒ、フローライト、スノーシャインという編成がおすすめです。3つ目の編成はラストライトとイボンヌでダメージを出すダブルアタッカー編成。ラストライト、イボンヌ、ザイヒ、ギルベルタです。SP が一定量変換されるラストライトの戦技で効率よく寒冷付着を付与して、イボンヌで凍結状態、ギルベルタの必殺技とイボンヌの必殺技を合わせて大ダメージを狙います。ラストライトの連携技を起動するために寒冷付着は3つ以上付与した状態で凍結状態にしなければならないというのと、付与した寒冷付着をラストライトの連携技で消費する前にイボンヌの戦技で凍結状態にする必要があるんで、その点は注意が必要です。ラストライトとイボンヌはどちらも単体の敵が得意なオペレーターなんで対ボス戦で活躍します。続いてイボンヌをメインに置いたおすすめパーティー。イボンヌは寒冷付着や自然付着が付与された敵を戦技で凍結状態にしたり、7秒間持続する必殺技で絶大なダメージを出していきます。最適編成はイボンヌ、タンタン、ザイヒ、ギルベルタです。雑魚敵が密集しているコンテンツならギルベルタの戦技で終敵、イボンヌの戦技でまとめて凍結、単体ボス相手ならタンタンの戦技で寒冷付着を重ねてイボンヌで凍結と、戦う相手に合わせて凍結ルートを切り替えることができます。タンタンの必殺技で動きを止めてからイボンヌの必殺技という時間停止8のスコンボも使えるんで相性がいいですよね。イボンヌの必殺技が溜まるまでの間はタンタンでダメージを出せるというのも強いです。入れ替え候補としてはスノーシャイン、エステーラ、アレッシャあたりから選択していきましょう。
イボンヌは自身で寒冷付着も自然付着もできないオペレーターなので、そのどちらかを付与できるオペレーターは必須です。もし無課金で編成を考えるなら、イボンヌ、ザイヒ、アレッシュ、スノーシャインなどがおすすめ。アレッシュで SP 回復できるのも優秀ですし、スノーシャインで耐久までできますから安定して戦えます。3つ目の編成はラストライトの時と同じダブルアタッカー編成です。イボンヌ、ラストライト、ザイヒ、ギルベルタですね。立ち回りも同じです。単体ボス相手に使っていきましょう。続いてレーバテインをメインに置いたおすすめパーティー。レーバテインは敵に付与した灼熱付着を豪華に変換し、必殺技や強化戦技で超広範囲を焼き尽くします。最適編成はレーバテイン、ウルフガード、アケクリ、ギルベルタです。ギルベルタで集敵しながら自然付着、ウルフガードで燃焼状態に変換し、レーバテインの連携技で一掃できます。ギルベルタの必殺技で強化戦技の火力を一気に底上げできますから、ボス戦でも使えます。攻撃範囲が広くて雑魚敵がたくさん出てくるコンテンツでも活躍しますし、短期ボス戦でもやれます。バランスの取れたパーティーですよね。入れ替え候補としてはアンタル、アルデリア、ロッシあたりから選択していきましょう。ロッシを採用するときはギルベルタが必須になりますんで注意です。3つ目の編成はカミーユを採用したパーティー予想。レーバティーン、ウルフガード、カミーユ、ギルベルタです。カミーユは戦技で灼熱脆弱と灼熱付着を付与できて、連携技でリンク状態を獲得できます。レーバテインに必要な灼熱と強化戦技を強化できるリンク状態を獲得し、 SP まで獲得できますから最高の相性です。レーバテインを持ってる人はカミーユを引きましょう。続いてロッシュをメインに置いたおすすめパーティー。ロッシュは連携技でクラッシュを稼いだり、戦技でデバフを付与したり、必殺技で絶大なダメージを出せるオペレーターです。最適編成はロッシ、タンタン、ペリカ、ギルベルタです。ロッシュをアーツ特化で使う編成ですよね。ギルベルタの戦技で集敵してタンタンで吹き飛ばすという普段使いも快適ですし、ロッシュで稼いだクラッシュをギルベルタの必殺技で有効活用して、ロッシ、タンタン、ペリカのアーツダメージを爆発的に上げることができます。限定オペレーターが3体採用されてるんで、組める人は限られてきますが、めちゃくちゃ強いです。入れ替え候補としてはアケクリ、管理人、ウルフガードあたりから選択していきましょう。ロッシュで稼いだクラッシュを管理人の猛撃で消費したり、ロッシュの完璧連携に必要なアーツ付着をウルフガードで賄ったりと、無課金でも全然戦えます。3つ目の編成はカミーユを採用したパーティー予想。ロッシ、ミフ、カミーユ、エンバーです。カミーユはロッシュの完璧連携に必要なアーツ付着を付与しながら SP 回復できますし、リンク状態を重ねることが単独で可能っていうのが公式放送で分かってるんで、ロッシュの必殺ダメージがとんでもないことになります。さらにロッシュで稼いだクラッシュをミフで消費することができますから、おそらくエンドフィールドで 1,2 を争うほど強いパーティーになると思います。弱点としては複数戦が苦手ということですかね。対複数戦最強はゾアン、対単体戦最強はこのパーティー、そんな感じになると思います。続いてゾアンをメインに置いたおすすめパーティー。ゾアンは感電状態の敵に戦技を打って総来剣を生成、総来剣を貯めた状態で戦技を連鎖させダメージを出します。最適編成はゾアン、ペリカ、アークライト、ギルベルタです。ゾアンはペリカとアークライトが固定枠で、残りの1枠を誰にするかで差別化していきます。中でもギルベルタを採用した形は短期決戦向けです。総来剣が9本溜まった状態でギルベルタの必殺技を発動して、次に発動するゾアンの戦技をサポートします。アークライトもぐるぐる回って SP 回復できますし、完成度が高いですよね。
入れ替え候補としてはアンタル、アルデリア、アレッシュあたりから選択していきましょう。すべてギルベルタと入れ替えます。アルデリアを採用すれば長時間のデバフや回復で長期戦ができます。ギルベルタは持ってないけど短期決戦したいという人はアンタル、アレッシュを採用すればゾアンの戦技で感電を消費したタイミングで SP 回復できるんで、バンバン戦技を打ててめちゃくちゃ楽しいです。所持オペレーターと相談しながら選択していきましょう。3つ目の編成は IB エナの時にも紹介したダブルアタッカー編成です。ゾアン、ペリカ、アークライト、IB エナ。ゾアンと IB エナは互いに干渉せず火力を出す準備ができるんで相性抜群です。IB エナの必殺技で電磁脆弱を付与できるというのもいいですよね。続いてミフをメインに置いたおすすめパーティー。ミフは連携技でシールドと物理脆弱、必殺技でクラッシュ付与、そして戦技の2段目3段目で猛撃ダメージを出して戦っていきます。最適編成はミフ、チェン、ポグラニチニク、リーフォンです。チェンやリーフォンでクラッシュを重ねてミフの猛撃で消費、ポグラニチニクの連携技で SP 回復してリセットと安定した立ち回りが可能です。リーフォンとポグラニチニクの必殺技を合わせれば爆発力もありますし、物理パーティーの中ではこの形が最強クラスですかね。入れ替え候補としてはアケクリ、アルデリア、エンバーあたりから選択していきましょう。最適パーティーでは高難易度コンテンツがきついと感じる人もいると思います。リーフォンの枠をアルデリアやエンバーに変更したり、ポグラニチニクを持っていない人はアケクリを採用しましょう。ミフは戦技を連打しますし、クラッシュ付与のために SP も使うんで、先方オペレーターは必須です。3つ目の編成はカミーユを採用したパーティー予想。ミフ、ロッシ、カミーユ、エンバーです。ロッシの時に紹介したものと同じですよね。カミーユで灼熱付着や SP 回復、そしてリンク状態の獲得。ロッシでクラッシュ付与プラス必殺技の大ダメージ。ミフで重ねたクラッシュを消費する猛撃と、バランスも良くて超強そう。ただ限定オペレーターが3体も採用されてますし、ロッシを今から狙おうとするとすり抜けで狙う必要があるんで、編成難易度は高めです。いかがだったでしょうか。今回はバージョン 1.3 メインアタッカーでわかるおすすめパーティー解説でした。どのメインアタッカーも無課金で組めるパーツが豊富なんで、割となんとかなると思います。機器契約も近いですし、役立ててください。今回紹介したパーティー以外にも、こんなパーティー使って遊んでますというのがあればコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。